璧にすることを優先しちゃうんですけど、結構ビジネスにおいてはとっても重要で、お前どうなってんのって、これだけだってもう差できてるんですよ。ないだけなんですよ。それがあるから信頼できるじゃないですか。っていう考え方が微妙な人はちょっと良くないですよね。僕、はい、今、働き始めて、会社で5年目ぐらいかな、になるんですけど、早く出世したいんですよ。もう今のこの環境すごい、もちろんいいんですけど、早く出世したいなと思ってて、アップルさんで早く出世する人ってどんな人なのかなってちょっと参考にさせていただきたいんですけど。簡単に言うんだったら、やる人っていうのは、すぐやる、必ずやる、できるまでやる人、みたいな感じですかね。なんでその人たちがこう、なんていうんですか、早く出世するんですか？それぐらいやっぱりすぐやるってすごい重要なんですよね。すぐやるっていうのは、スピードの話じゃないですか。このテストとかだと制限時間だけあって、要は正解数が多いことを求められる。だから多分そういう考え方が設立しちゃってると思うので、完璧にすることを優先しちゃうんですけど、これ社会に出ると絶対に正解かどうかなんて全部わかんないわけですよ。だとしたら最も正解に近いベストな選択を早くやったらいいです。逆に言うと、すぐやった方が修正できるんですよ。テストみたいに一回出したらもう終わり、帰れません、絶対無理ですみたいな話じゃなくて、自分のその人生においても仕事においても失敗しても修正できるじゃないですか。だからなるべくすぐやる方がいっぱい経験できるし、ダメだったってことも理解できるし、すぐやることっていうのは結構ビジネスにおいてはとっても重要で、これはスピードの話。で、必ずやるっていうのは、この人ちゃんと責任感あるんだと。必ずその自分に対して与えられたテストに関しては必ず遂行するっていう、これ信頼につながるんですよね。で、できるまでやる人っていうのは、これもできないことなんかいっぱいあるんですよ。でもちゃんとできるようにやろうって努力できる人みたいな。結構こういう人はやっぱ重要ですよね。アップルさんで過去にいろんな社員さんいたと思うんですけど、すぐやってとか必ずやってとかできるまでやって早く出世した方とかも実際にいたりするんですか？います。僕がパッと思い浮かぶのは今執行役員でいるやついますけど、これはもともとスタッフで入ってきて、なんならアルバイトから入ってきて、一回うち辞めて、で、出戻ってきて、そこからいろいろあって支店長にして、そこからマネージャー、部長、今執行役員になってますけど、やっぱね、すぐやるんですよ。すぐやれって言わなくてもすぐやるんですよ。昔からですか、それは？昔から。例えばミーティングで、決定事項として、あなたはじゃあこれやろうねって決まってするじゃないですか。で、じゃあここまでやって、じゃあちょっと連絡ちょうだいよ、報告してよって瞬間に、何もやらなくてもいつも早いんですよ。もう行ってきました。その日の夜に電話かかってきて、これやったんですけど、こういう答え返ってきて、みたいな。もうやったのかよ、みたいな。いつもそう。それって仕事のこなすのが早いのか、それとも行動が早いですね。失敗とかもしてるけどすぐに動くのが早いっていう感じですね。反対にダメな人は、じゃあ同じようにミーティングで今日あなたこれやるって決まったよね。3日後、何もなし。5日後、何もなし。1週間後、お前どうなってんのって連絡するんです。で、電話したら、次の会議で報告しようと思ってました。みたいな。これだけだって1週間も差できてるんですよ。もし仮にその行動した後に何かしらアクションをしなきゃいけないとしたら、1週間アクションをくれるってことですよね。で、それ早くやった人の方が早いに決まってます。だからこの人のやりとりとミッションが早く進むんですよ。1週間で下手したら10のことができる。でも後者の人ってやると1週間で1個も達成しないみたいな。これは結果において重要な差が出ますよね。なんかその方って何が原因だったんですかね？なんか過去の経験とかだったんですかね？すぐやった方が良かったメリットが昔あったとか。そういうことじゃないですよ。それに素直なわけですよ。これやろうって言ったから今日やれたからやるってことですよ。めんどくさがるとかじゃなくて、なんかそれにデメリットがあるとかメリットがあるじゃないですよね。自分の習慣の問題なんで。だから例えで言った今後者の人とかはすぐやる習慣がないだけなんですよ。ちょっと自分が怒られてる感じの気持ち。続いて他で言うとどんな人がいます？責任感、すごい自責感が強い人ですね。過去にもいらっしゃいました？そういう教育をしてきたっていうのもありますけど、これ結構何人かいますけど、なんで早く出世できるようになるんですか？責任感も。全部そうですけど、最後信用になるんですよ。信用が積み上がるじゃないですか。こいつに頼んだらすぐやってくれる。こいつに頼んだら必ずやってくれる。こいつに頼んだらできるまでやろうと努力する。こいつは責任感があるからちゃんと自分でどうにかしようと自責の念で考えられる。自分ごとで考えられる。みたいなのはやっぱり信用ですよね。それがあるから信頼できるじゃないですか。最後一つ教えてください。立場関係なく人を巻き込める人っていうのはこれポテンシャルがありますよね。だからこれも会社でよく言うんですけど、リーダーになったからリーダーらしく振る舞うっていうのは本来はおかしいですよ。本当のリーダーはどんな立場であってもリーダーらしく振る舞ってます、自然に。そしたら勝手にそうなりますよ。例えば A 部長がいます。
で、その中でメンバーが10人います。で自分がそのメンバーの中の1人だったっていうけど、別に他のメンバーと待遇も何も変わらないけれども、自然とみんなに火をつけて成果を出せるようにみんなをサポートして、で自分も成果出しながら協力してとかってやってる人がもしいて、その人がいるから、例えば A 部長はあんまりそのマネジメントに手間暇かからない、みたいなことがあったとしたら、じゃあ次もし昇進させるとしたら誰管理職にしますみたいな、こんな風に考えてたら、いやいやその人でしょみたいな話にしかなり得ないんじゃないですか。高校とかの部活の時も、もともとリーダーっぽいやつが部長になりました。だからもう自然とキャプテン誰にしようかって時に、いやあいつでしょみたいに言われるようなことを常に平野の時からやってればいいですよね。そしたら自然と、そう、次になるんだったらやっぱあいつかなみたいな話に なりますよね。僕リーダーシップがかけらもないんですけど、そんな僕が将来リーダーになるにはどうすればいいんですか？これ全部通じますけど、全部練習するしかないですよね。勉強して、実践して、振り返って。だから、みんななんか自分はできないってすぐ決めますけど、バスケットボールやったことないとして、バスケットボールで上手くなりたいと思って何するって練習でしょって。全部練習なんで、じゃあ、できてる人が最初からできてるかっつったら、先天性がある人もゼロではないですけど、でもその先天性をさらに強くするのも練習だし、繰り返しだし、本人は練習と思ってないかもしれないけど、練習してると思うし、全部練習ですよね。だからないことを嘆くんじゃなくて、リーダーシップっていうのは何なのかみたいな勉強から始めたりとか、実践してって練習していくもの。確かに。上司に聞くとかもあるんですかね。全然ありですよね。モンジ社長に、どうやったら社長になれますかとか聞いてくる人がいるんですか？ごく前に。いるんですね。聞かれないより聞いてきた方がいいですよ。まず一つ目は、こいつやりたいんだ、やる気があるんだ、みたいなことは認識できる。言わなかったら何にもわかんない。頭の良さとか、学歴とかあんま関係ないんですか？例えばですけど、スポーツでも、名プレイヤーが名監督になるとは限らないじゃないですか。だから名プレイヤーが名マネージャーになるかっていう法則はないわけですよ。だからそう考えたときに、プレイヤーで優秀だからとかっていう素質と能力と、マネージャーとしてとか管理職として優秀であるかどうかの能力って実はそんなに相関性がないというか、だから別に自分が今メンバーの立場で優秀じゃないからなれないんじゃないかっていう論議は別にないんですよ。気持ちというか、行動力とかもそうでしたけど、もう前向きにやりたいと思う気持ちみたいな方が大事なんです。最初やる気ないって嫌ですよね。でやる気がこれは見えないものなんで、それをちゃんと行動で表すっていうのがやる人みたいな話ですし、でそのやる人の必ずやるとかできるまでやろうとするっていうのがある意味責任感にも通じますし、でそういう人を主だった仕事に当てていくみたいなのは、僕からしたら別に普通の話ですよね。一般のその平社員からチーム長とかになるぐらいの、そのぐらいだったら、今おっしゃってくださったようなやる人とか、責任感がある人みたいなのはもちろん大事だと思うんですけど、例えばじゃあ部長から役員かわかんないですけど、そのぐらいの上のレイヤーから上に上がるのって、もう同じなんですかね、必要な出世する要素としては。こういう感じだと別に一緒ですよね。それの時間軸とか、かなと思いますけど、だって例えばですけど、うちはだからその管理職にするのにやっぱ一番大事な要件って本当は人間性だと思うんですよ。能力は後ですよね。だからこれもよくする話からすると、稲森さんが、考え方かける熱意かける、スキルだ、能力だって言ってますけど、スキルの方が後天的につけられるんじゃないかなと思うので、考え方とか熱意とかが高い人の方が管理職にする確率はうちはもうほとんどですよね。アップルさんって結構早く出世できるみたいな、以前記事にも出てたんですけど、やっぱそれってモンジ社長なりにやっぱそういうやる人とかの方を大事にしたいみたいな考えからなんですか？そうですね。そもそもね、仕事に対してとか会社に対してとか、そもそもお客様に対してとかっていう考え方が微妙な人はちょっと良くないですよね。上司っていうのはメンバーからのある意味模範なんで、思考の模範だとすると、変な考え方されてたらメンバーもそうなっちゃうじゃないですか。それこそだから能力が高くても、結果出せば何やってもいいんでしょみたいな感じで模範を示されたら、メンバーも、とりあえず目標達成すれば何やってもいいんでしょみたいな。ギリギリ不正になんなきゃ何でもいいんでしょみたいな。再現性なくても、とにかく出しゃいいんでしょみたいになったら、長期的には困るじゃないですか。今までで一番最短でこのぐらい出世したよみたいな人とかっていたりします？若くてとか。若いのは21、2とかで支店長になっていますし。アルバイトからですか？そうですね。大体みんな社員になる前アルバイトの現場が入ってるんで、その人はだから学生時代にバイト来てとか、そこから普通に社員になってとか、あとは、ちょっとその時の支店の状況とかエリアの状況にもよりますけど、入社して半年ぐらいで支店長とかもありますし、今のとある支店長なんかも、もともと某大手で社員で10年ぐらいやってて、たまに休みの日バイト来てて、そこからうちの社員になって、半年後に支店長にさせたみたいな例はありますよね。
じゃあ僕もアップルさんにもし入って頑張ったら支店長になれるんですかね。まあ可能性としては全然、はい。早く出世する人の特徴として、やる人、すぐやる、必ずやる、できるまでやる。そして責任感がある人、立場関係なく人を巻き込める人、こんな人が早く出世すると思います。このチャンネルでは現場の様子や社内のイベント、またビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして最後にこの動画もぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。